こんにちは、まこです。今回は日本社会のもう一つの暗い側面、労働搾取と闇の廃棄物処理についてお話ししたいと思います。大阪の西成区、この場所の名前を聞いて、すぐにあの治安が悪いところねと思う人も多いでしょう。実際西成には今も多くのホームレスが集まり、昼間からお酒を飲んでいる人も見かけます。昔から危険なエリアとして知られ、観光客にはあまり知られていないディープな一面を持つ場所です。でもそんな西成にも、他では見られない独特な社会が存在しています。大阪の西成区など一部の都市では、早朝になると決まって現れる不思議な中年男性たちがいます。彼らはホームレスではありません。実は手配師と呼ばれる人たちです。手配師とは、仕事や住まいに困っている人をターゲットにする、いわゆる闇の労働ブローカーです。無職の若者や中高年そして路上生活者に声をかけて、住む場所と仕事があるよと甘い言葉で近づいてきます。例えばある40代の男性は、長期間の失業で生活が破綻しついには駅前で野宿するまでに。そんな時、深夜に声をかけてきた手配師が宿と仕事どっちもあるよ。仕事も簡単な清掃や荷物運びだと誘ってきました。行き場のなかった彼はその言葉を信じてついていきます。ところが連れて行かれたのは、遠く離れた地方の工事現場でした。仕事内容は建物の解体や道路工事、重機の運搬など、危険で過酷な肉体労働。1日10時間以上働かされ劣悪な環境で、監督から怒鳴られながらの日々が続きます。住まいはボロボロの仮設住宅。食事は貧相で衛生環境もひどいものでした。それでも彼は一か月間耐えながら働き続けました。しかし辞める時にもらった給料は、なんとたったの4000円余り。手配師は宿代、食費、道具代、交通費、そして世話代も引いたからと説明。結局実質的な手取りはほぼゼロ。この男性は自分が搾取されていたことに気づき、近くの NPO に助けを求めました。このような話は決して一例ではありません。実は日本の社会には、このような制度化された労働搾取の構造が存在しています。手配師や闇の仲介業者は、都市の隅でホームレスや困窮者に目をつけ、彼らを安く労働力として売り込みます。多くの場合雇用契約も存在せず、法の保護もありません。事故が起きても保証はなく逃げようとすれば、暴力や報復のリスクが伴います。被害者の多くは自分の権利すら知らず、誰にも相談できずにただ耐え忍ぶしかありません。そして彼らのような使い捨ての労働者は、ある意味で現代の奴隷とも言える存在です。さらにこうした労働搾取と深く関わっているのが、違法な廃棄物処理の問題です。例えば日本の郊外や山間部を車で通ったとき、大量のゴミが放置されているのを見たことはありませんか？それらの多くは、実は違法に捨てられた産業廃棄物です。夜になると怪しいトラックが林の中に入り、大量のゴミを不法投棄している現場があります。処理費用を節約するために、解体業者や廃棄物処理業者が裏ルートを使い、違法に廃棄しています。しかもその裏には、ほぼ必ずと言っていいほど反社会勢力の存在があります。彼らは表向きには合法的な会社を運営しながら、裏では不法行為で莫大な利益を得ています。さらに、人件費を削減するために安い日雇い労働者や外国人労働者を使い、危険な作業をさせています。2011年の福島第一原発事故後にも、放射能汚染の除染作業にこうした構造が入り込んでいました。ホームレス、借金まみれの人、知的障害者や元薬物依存者などが、放射能区域に送り込まれ、命の危険と隣り合わせで働かされていたのです。国も対策を強化していますが、巨額の利益が動くこの業界では、完全な排除は難しいのが現実です。いかがでしたか？
今回は日本社会の深い闇現代の奴隷労働と違法廃棄物ビジネスについてご紹介しました。皆さんの国ではこうした問題はありますか？このような社会の裏側をもっと知りたいという方は、もしこういう話が好きでまだ前回の動画を見ていないなら、ぜひ続けてそっちの動画も見てみてください。